昨日も見たけどお寿司のお店結構あるっぽいですね。寿司ビビンパって全然違うけどな。北欧の人からしたら大体一緒か。またお寿司の店だ。寿司山弁当タイムだって結構日本食も食べられてるんですかね。ちょっと気になってきたな。お寿司食べようかな。これがスウェーデンのお寿司だ。お醤油はやっぱりキッコーマン。今まさにスウェーデンとの国境を歩いています。グーモロンミロクです。前回あちらのフィンランドとの国境を越えていよいよスウェーデンに入ってきました。この後ハパランドというバス停に行きます。ウーバーも呼べるんですけど5分で4000円くらいするんで30分歩きます。いやほんとウーバー高いね。遠くに本場の IKEA がある。なんか北欧来てからいつもこんな風景ですね。のどかです。これ何の標識？ヨガ？これほんと人住んでんのかなって思うくらい静かですね。歩いてる人が全くいないんだよな。皆さんの思うスウェーデンの家屋ってこんな感じですか？結構シンプルですね。プレハブ小屋みたいのが並んでますけど寒そう。Google マップだとここなんですけど、ここバス停じゃないよね。この先に電車の駅がありますんでちょっと聞いてみましょうか。ここか。野ざらしのバス停ありますね。フィンランドもそうなんですけど、大きなバス停とか電車の駅に売店なくて水買えないんだよね。もう時間過ぎてんだけどバスが来ませんね。1個手前の小さいバス停の方も一応見に行きましょう。今日このバス乗れなかったらマジでピンチです。30分待ってもバス来ませんね。もうダメなのかな。しかもここインターネット圏外で別のルートを探そうにも何にも調べられない。どうしようかな。もう諦めるしかなさそうだから、あそこのトレインステーションで電車ないか聞いてみましょう。でもさっきから一つも電車走ってないように見えるけどね。大丈夫かな。あれ？何これ？やってなさそう。こっちなのかな。ここは入れるのかもしれない。うわ、開いてない。開いてる。これ見ると13時47分しかない。あれ？ちょっと待って。これ今11時10分ですね。フィンランドからスウェーデンで時差1時間あんのかも。うわ、マジか。1時間前に来ちゃっただけか。うわー、もしかしたら助かるかも。ここのあったかいところでちょっと待ちながら11時36分かな。バス来ることを祈りましょう。うわ、マジ助かった。スウェーデンの通貨はスウェーデンクローナ。1スウェーデンクローナ17円みたいですね。17倍。よくわかんないけど、この誰もいない駅舎のローカル時計に助けられましたね。いや、よかった。よし、改めてバス停行きます。いや、来ないんかい。いや、まだ焦る時間じゃありません。もうちょっと待ちましょう。なんか大きな車来た。来た。やった。バス来た。いやー、バス来てくれた。これ20番梅尾行き合ってます。オッケー。行けよ。フリー？よし、好きなとこ座っていいみたい。にしよう。ここから約7時間のバス旅です。梅尾という町に行きます。いや、マジ一時はどうなるかと思ったけど、なんとかなってよかった。長かった。ようやく梅尾の町に着きましたよ。今日のホテルすぐ近くなんで一旦ホテルに行ってからご飯にしましょう。お腹空いたね。ケミみたいな人の少ない町かと思ったけど、梅尾駅前結構栄えてますね。
大きなクリスマスツリーがあります。今日は外真っ暗なんで観光は明日にします。まだ6時半なんだけどね。うわ、なんかこの街風めちゃくちゃ強くて帽子が飛ばされちゃいますね。今日のホテルはホテルアベニュー、ここか。おしゃれな感じですね。201ですって。ここか。そう、今日の部屋はこんな感じ。なんだこれ、ガラス張りの洗面台とデスクありますね。ベッドもそんなに大きくないけどおしゃれな感じで、こっちにソファーとテーブルと大きなテレビがありますね。あとこっちがバスルームだ。清潔なお手洗いと大きなシャワーありますね。うわ、初めて水ついてた。やった。よし、ではご飯に行きます。朝から何も食べてないからね。やってるかな。 Google マップ上はいつも通りいろいろやってるんですけど、実際にはやってなさそうだね。スウェーデン料理が食べたいんです。このお店がスウェーデン料理やってるっぽいんですけど、今日営業してないですね。クリスマス休暇っていつまでなんだ。ほんと毎日何にもやってないんだよね。これこのまま年末まで行っちゃうのかな。なんかほんとピザとかハンバーガーばっかりなんだけど、スウェーデン料理ってないの？ここやってないし。スウェーデン料理といえばホワイトソースに入ったミートボール、ショットブッラールっていうのがあるらしいんですけど、それ食べたいんだよね。あとはいろいろ角切りのお肉、じゃがいも、玉ねぎを炒めたピッティパンナとか、薄切りの牛肉のソテー、ロブストゥングってやつがあるらしいんだよね。この一番大きな商店街歩いてるけど一軒もやってないわ。なんか電気がついてるんだけど営業してないんですよね。でもこれ皆さんどこでご飯食べてるんですかね。外歩いてる人はちらほらいるんだけどお店やってないじゃん。ここもしかしてやってる。よし行くぞ。うわ、並んでんのかな。ちょっと入ってみましょう。やべ、予約ないけど入れるかな。予約必要だったみたい。なんかそこでポップコーンくれるみたいですね。優しい。よかった。案内してもらえそうです。このお店のピンチョスのアプリを入れてオーダーするみたいなんですけど、東京フライドチキンとか味噌サーモンとか、なんか結構日本料理ありますね。スウェーデン料理はなかったですが、いろいろ頼んじゃった。お肉とかパスタとか。ピンチョスって多分こういう小さいお皿に乗ったおつまみ的なやつだと思いますんで、いろいろ頼んでも大丈夫なはず。アプリに通知が来て飲み物は自分で取りに行くみたい。私のこれですね。Thank you。ハリトスっていうのかな。メキシコのジュースみたいです。ノンアルコールいただきます。今回はね、ガバフレーバーにしてみました。炭酸強めで最高。よし、いい感じきました。まず牛肉のステーキ、ポテトもついてますね。あとはなんかこれ忘れた、パスタとポテト。美味しそう。いただきましょう。何だったかな。何のパスタだか忘れちゃった。なんだこれ、なんか葉っぱみたいな香りするわ。ポテトはね、チリソースみたいなのかかってます。あんまザクザクしてないけど美味しい。もうちょっと揚げたてでザクザクしてたら美味しいんだけどね。ステーキについてるポテト、ステーキにソースつけて、まあまあ美味しいです。お酒飲むとこですからね。こういう食事だけしに来る人はあんまりいないんでしょうね。支払いもアプリ上でできるみたいでスマートですね。ごちそうさまでした。
とっても雰囲気のいいお店でしたね。ごちそうさまでした。いや今日は朝から雪の中バス待ったり、その後バス7時間乗ったり大変でしたね。明日はこの梅尾の街を散策します。それではグーナットミーセスイモルゴン。グーモロンミロクです。今スウェーデンの梅尾という町に来ています。こちらのホテルアベニューには朝食がついてるみたいです。安宿には朝食なんていう概念ありませんので驚きを隠せません。よし、いろいろもらってきました。このフルーツなんでしょうね。リンゴみたいだけど結構大きいですね。あとこのミートボールはショットブーラールとは違うとは思うんですけど一応もらってきました。あとチョコレートケーキとクラッカーみたいなの食べるのが習慣なんですかね。いろんな種類ありましたんで。あとなんかこういうショットっていういろんな蜂蜜とかいろいろ混ぜた甘いジュースとリンゴジュース。肉団子だ。チョコレートケーキやっば、めちゃくちゃ甘い。砂糖の塊です。さっきのこのフルーツ全く甘みなくてキュウリみたいな感じかな。で皮がめちゃくちゃ硬くてバキバキ言ってるんですけど皮は食べないのかな。卵が43スウェーデンクローナ17倍17倍やばくね。12ピースで600円くらい高すぎんか。キットカットこれ170円。あでもこれ200円くらいか。そんな高くないわ。M&M's400 クローナ700円。オレンジジュースも39クローナ680円。マジ？スウェーデン物価壊れてるじゃん。ヨーグルトも1000円くらいしちゃうのかな。でもミルクは340円くらい。いや高いだろ。やばすぎ。スウェーデンには住めなさそうだ。昨日からちょっと喉痛くてのど飴とエナジードリンク、あとお水買ってきました。スウェーデンの物価高すぎ。よし、元気になりましたんで観光再開しましょう。梅尾セントラルステーション。19世紀末頃に鉄道の発展とともに誕生し、梅尾の街を見守り続けてきました。今の駅舎は2010年頃に建て直されたみたいですね。セントラルステーションという割にはそんなに大きな駅ではないです。梅尾はすぐ近くに大学がある学生の街みたいですね。この街には世界で唯一だったかな、ギターミュージアムというものがあるみたいです。ジミ・ヘンドリックスのフェンダーストラトキャスターやカート・コバーンのユニボックスハイフライヤーなど、その他にもたくさんの著名人のギターが展示されているそうです。ぜひ見たいですね。あれ、地図上だとここなんだけど入り口がないね。これやってないとかないよな。なんか中電気ついてないんだけど、またこれクリスマス休暇なの？入り口ここだね。ギターザミュージアム。なんかやってそうな予感。やってませんでした。もうこのクリスマスからの年末コンボやばすぎるでしょ。全然何にもやってないもんね。気を取り直して次行きましょう。昨日も見たけどお寿司のお店結構あるっぽいですね。寿司ビビンパって全然違うけどな。北欧の人からしたら大体一緒か。そういえばフィンランドほど雪も氷もありませんね。スウェーデンはあまり雪降らないのかな。気温は低いですけどね。なんか若干傾いたクリスマスツリーが立ち入り禁止になってます。これはシティホールかな。赤レンガが可愛らしいですね。この赤いメタリックなタイガーのオブジェはなんだ。シティホール前の広場には白樺の木がたくさん植えられてるんですけれども、梅尾は白樺の町とも呼ばれていたそうです。火災を防ぐために植えられた白樺の木たちが
今では街の象徴になってるみたいですね。これだけお店がたくさんあるならスウェーデン料理にも出会えるかな。スウェーデンは街中にゴミ箱たくさんあるんですけど、こんな感じで厳密に分別されてるみたいですね。しかも蓋をこうやって開けて入れるスタイルみたい。すごいしっかりしてますね。本当に街の至る所に白樺の木が植えられてますね。ところで白樺の木ってなんで火災を防ぐんだろう。なんかかっこいい建物があると思ったらエリートホテル。赤レンガの建物ってなんかいいよね。うわー、北欧っぽい街並みですね。この建物かわいい。さあ、大好きな教会探訪のお時間がやってきました。ウメオシティチャーチですね。ウメオの教会。19世紀に町が大火事で焼け落ちてしまった後にこの建物は再建されてるみたいですね。派手さはないけどいい感じ。相手はいない。今日はお休みか。空いてた。ステンドグラス素敵でしたね。静かだったので早めに出てきました。なんかこっちにも教会みたいな建物ありますね。うわ、これ見えないかもしれないけど月がはっきりと出てますね。昼なのに月がはっきり見えるのはちょっと不思議な感じがしますね。何これ。正面から見るとめっちゃ細い。この川沿いをもう少し歩くと面白いものが見れそうです。相変わらず朝日か夕日かわからない太陽。今13時くらいなんでもうすぐ日没です。さあ着きました。オーバッカパルケン。これはクリップですね。なんでかわからないけどクリップのオブジェがあります。本当なんでこれ作ろうと思ったんですかね。謎。一応これでもここ登ると結構景色いいですね。これすぐ目の前にある梅尾大学の芸術学科なのかな。さっきのあれは作品だったのかもしれません。芸術家の考えることはなかなか一般人には理解がしがたいですね。ここも芸術学部のなんかの施設なのかな。かっこいい。なんかブランコがありますね。ちょっと待って、このブランコ下が砂場みたいになってて犬の糞だらけだこれもう何個か踏んでるな。運がついたと思って諦めよう。今日この後夜行列車でストックホルムに向かうんですけど、寝台の座席が取れなくて普通席しか取れませんでした。アップグレードできるといいんだけどな。そろそろお腹も空いてきましたんでランチにしましょうか。なんかめっちゃピンクの建物ある。なんだろうこれ。またお寿司の店だ。寿司山弁当タイムだって結構日本食も食べられてるんですかね。ちょっと気になってきたな。お寿司食べようかな。まさか海外でお寿司を食べることになるとは。うわー、味噌スープもあるみたいです。やったー。あったかい。味噌スープいただきます。日本のお味噌汁と全然変わりませんね。割り箸もある。お手元だって。これがスウェーデンのお寿司だ。いいですね。サーモンとエビとアボカド。この緑のは何でしょうね。わかめかなんか海藻なのかな。いただきます。静かで落ち着いた店内です。日本らしい絵も飾られてますね。お醤油はやっぱりキッコーマン。じゃあいただきます。このなんか謎の海苔巻きみたいなのこ
米がなんか潰れてる気がするけど大丈夫かな。お米が潰れてますね。もったりしてるわ。やっぱりお米が違うんですよね。この町の寿司レストランの中では高評価だったんですけどね。サーモンも米潰れちゃってますね。これは厳しい。このなんか上に乗ってる緑のやつ、茎わかめみたいなやつはコリコリしてて美味しいです。これまたサーモンとアボカドが入ってますね。きゅうりがないのかな。そう、エビもいってみましょう。まあ米がね、ガリとかわさびまで用意してるんだから、お米も日本のお米使うわけにはいかないんですかね。惜しいね。お味噌汁が一番安定。ごちそうさまでした。まあ若干期待はしたものの、想像通りっちゃ想像通りですね。日も暮れて寒くなってきたんで、カフェで休憩でもしましょうかね。ショッピングセンターのユートピアです。うわ、なんかあったかくてまさにユートピア。ここのエスプレッソハウスで休憩しましょう。アイスアメリカーノいただきます。ぬる。まあいいか。ここでしばらく休憩してスウェーデン料理のお店を探しに行きましょう。なんかこの町ピザ屋さんとハンバーガー屋さんと寿司レストランしかないんだけど、っていうか寿司レストランめっちゃ多いね。この鳥なんだっけ、名前は分かんないけど鳥のイルミネーションかわいい。あんまり面白くないけどイタリアンの店行っちゃおうかな。意外とスウェーデン料理の店ってないのかもしれませんね。よし、アーバンイタリアンバスタ行きましょう。バーカウンターでもいいかって言われて快く座らせてもらいました。よかった。無料でお水がついてくる。素晴らしい。めちゃくちゃおしゃれなバーみたいな店内ですね。私のレモネード作ってくれてます。美味しそう。ホームメイドだって。まずはね、フォカッチャを来ました。フォカッチャっていうのはまあ知ってるかのパンですね。イタリアのパンですね。いただきます。すっごい油だけどめちゃくちゃ美味しい。なんだろうこれ、ガーリックですかね。かなり味強い、かなり香りが強いパンですね。来ました。自家製レモネード。めちゃくちゃお酒っぽいけどノンアルコールです。めっちゃおしゃれじゃない。すっきりしてて美味しい。カルボナーラが全く来ないんだけど、店員さんに聞いてみたらオーダー入ってるよって言われてるんだけど、周りのお客さんのどんどん来てるのに私のだけ全く来ません。まあもうちょっと待ちましょう。私としたことがおしゃれな雰囲気に飲まれてコーラの存在見落としてました。瓶コーラだって最高だね。改めて乾杯。最高。スウェーデンのコーラは炭酸強めで甘みはほとんどありませんね。カルボナーラきた。さあこちらがスウェーデン名物ではありませんが、生パスタのカルボナーラめちゃくちゃ美味しそうですね。まあカルボナーラは説明不要だと思いますんで早速いただきます。うわー、卵崩して美味しそう。歯ごたえしっかりの生パスタ美味しいですね。ただめっちゃしょっぱいんだけど。カルボナーラってこんな感じなの。なんかとにかくしょっぱいです。
ごちそうさまでした。いやしょっぱかったな。パンもめちゃくちゃ脂っこくて味が濃いのでなかなか食べづらかったですね。街並みがよく見える窓際席いいね。エスプレッソハウスは Wi-Fi があって便利です。この梅尾の街はお昼に行ったギターミュージアムっていうのがすごく有名だったんですけど、まさかのお休みでしたね。ギター好きの方にはたまらない映像になったかもしれませんが、すみません撮れませんでした。私の旅は年末のカウントダウンに向けて少しずつ進んでいきます。さあ今年はどこでカウントダウンを過ごすんでしょうか。楽しみですね。エスプレッソハウスはね Wi-Fi もあるのもいいんだけど雰囲気がいいんだよね。落ち着いてます。さあそろそろ鉄道駅に向かいましょうか。うわ夜になると急に風強くなってくるな。いや寝台席アップグレードできるといいですね。さっきカフェでお話ししてた現地のおじさんによると、もう鉄道のチケット全部売り切れちゃって、もう自分の車で行くしかないよっていう風に言ってましたんで、アップグレードできないかもしれません。そうなると9時間座りっぱなしだ。そのおじさんが言うには、この梅尾の町には小さいけど日本人のコミュニティがあるらしいです。ここスウェーデンの中でも地方都市だと思ってましたけど、なんでなんだろう。確かに寿司レストランが多いなとは思ったんですけど、そういうことなのかな。この後列車に乗って朝起きたらストックホルムです。それでは皆さん、グーナットビセスイモルゴン。お、列車がやってきましたよ。飽きなかった。しかも席埋まりすぎてて指定席のはずが自由席になっちゃってます。適当に空いてるとこ座ってって言われました。今まで訪れた街とは雰囲気が全く違いますね。街の建物一つ一つがめちゃくちゃおしゃれ。うわー、路地裏もなんだかかっこいいですね。王族衣装ですね。うわかっこいい。ここで食事会でもするのかな。やはりここはスウェーデン名物ショットブラール。